チェンバーボーン。溢れ出す水源を頼りに着実に村を発展させ周囲の森を刈り尽くさんばかりに伐採する我らがビーバー。滅んだ人間の残地物をぶったたいて科学ポイントもゲット。さあこの調子でビーバー文明を発展させるのだー。何をするにも丸太は必須。さあ周囲の木々を伐採せよ。ビーバーが通った後は何も残らない。お前、そうやなー。建設作業員の小屋できたのな。ではこのコアの爆発に備えた工事を。ってちょっと待て。汚水の湧き水に異変あり。あと10日で開始だと？こりゃ汚水が湧く前に残地物も回収しないとだ。汚水が湧き出てコア爆発のコンボを食らったら村壊滅は必至。堤防をアンロックして至急工事を開始せよ。渓谷を渡るための足場もいるな。板の在庫1枚しかないのにこれはきつい。10日の猶予でなんとかなるか？渓谷を渡った先をさらに南下するルートも開拓。こっちにも残地物と木々もあるな。湧き水もあるからここはそのうち開発することになりそうだね。工事に対して板の生産が全然間に合わん。製材所セットを増築だー。ベリーの植え替えが終わったので、ここは更地に戻してジャガイモを植えましょ。細かい。科学ポイントが余ってるうちに医療ベッドをアンロック。怪我してからじゃ遅いもんな。怪我ビーバーも飲食はするので、食料倉庫の前にホイット。これで怪我しても安心。さあキリキリ働けー。時間との戦いだぞー。汚水が漏れ出したら大惨事だぜ。汚水の湧き水が湧き出す前に、無事残地物の撤去成功。800ポイントゲット。猶予も7日残ったし、意外と楽勝だったね。だな。溢れ防止堤防も完成。ひとまずこれで危機が回避できたぜ。一段落ついて南側の伐採を開始。階段が完成して残地物の解析もできるぜ。だがうっかり忘れてまた撮影忘れた。今回も安定のくるみサイズのビーバーの腕あった。ホリホリホイ。ビーバー5で抗議すな。そして伐採指示中にここにも汚水ドレーンがあることを発見。開拓予定なのにここ汚水期になったらやべえ場所だ。こりゃ何らかの処置をしないとだね。てか対策しないとこれも村が壊滅コースだね。ノーマルの汚水期は最短で4サイクル、ハードだと3サイクル、このマップ意外とむずいのかもしれん。ここのコアも爆発したら水源一つ潰されるから、早めに何らかの処置をした方がいいかもね。危険がいっぱい。てなわけで、そこまで向かうルートも整備。800ポイント残地物もあるから一石二鳥。なおアンダーは20万ポイントです。遠い？パラボラアンテナのところにも汚水ドレーンあるよ。これは村に被害出なそうだけどほんとこのマップ汚水期やばそうな雰囲気。パラボラアンテナ方面もルートを確保するため、瓦礫を撤去して先に進むぞー。板材の節約を考慮して、渓谷を一旦降りてまた登るルートが選択された。シングル足場のコスト板6枚なのが地味に辛い。一匹ずつしか工事できない現場も増えてきたので、発明所も仕事優先度下げて建設。アーリー版では発明家だった施設が発明所にしれっと直されてる。池の水深浅い上に川がないからダムも作れない問題が、当分解決できそうにないのでタンク増し増し。でも小さいタンクじゃビーバー15匹分の1日の飲み水にしかならん。森番職員、指示した作業は終わったな。それでは別作業へ移れ。はい、レイオフです。汚水の湧き水爆破トラップ地点まで道が整備され、800ポイント残地物の回収に成功。科学ポイントが2000もあるぜ。それでは一気に爆薬関連をアンロックだー。2サイクル目でダイナマイトが。左上から簡単にご説明。工場建設に使う歯車製造所。精錬所は金属スクラップを金属ブロックに精錬。解体員の起点は人間の残した異物から金属スクラップを回収。データ歯車金属で建設できる爆薬工場で爆薬を生産。爆薬の原料は汚水なのでそれを組む専用の汚水ポンプ。そして爆薬を使ってダイナマイトを設置します。以上、開放した爆薬関連施設でした。トンネルも便利だから開放したいところだけど、これだけで2000ポイントだからさすがに今は無理だね。使うのに汚水を遠心分離機にかけないとダメだし、当分は手が出せないぜ。さてダイナマイト目指してちまちま作業始めますか。解体員の起点を設置。スクラップ置き場はちょっと遠いけど製材所の裏にしましょ。運ぶの大変だけど工場もそこに建てるなら通勤は楽そうだ。歯車製造所建設前に、動力になる風車もアンロック。歯車製造所は120馬力、回し車の50馬力だけじゃ微妙に動力不足なんだよな。しかし風が止まったら動力不足は変わらない。お前の脚力だけが頼りだ。頑張れ影の功労者。歯車走行ホイットな。ここは近くて使い勝手良さそう。科学ポイント溜まったのでランタンを開放。ビーバーの美意識アップ。汚水の湧き水が荒ぶってるぞー。間もなく開始。
来たー。ねー、水のんきに歌ってんじゃねえよ。てへ。しばらく様子を見てたけど、特に問題はなさそうだね。溢れたら大惨事だけどこの水位で保たれるなら問題なしだな。無職がいたので発明書マシマシ。地道な研究。で貯めたポイントで水生農場もアンロック。水生植物の候補根とガマの根が栽培できる施設。ただいま中型タンクを開放しようか考え中。しかし貯水問題どうしようかな。これ以上ビーバー増やすと換気がやばそう。この候補根育てる池じゃすぐ干からびそう。今がっつりビーバー増やすのは少々危ういな。換気が来たぞー。日数は4日だけ、前回3日で楽勝だったから今回も大丈夫だな。水生農家さんの作付け作業。帽子が濡れて湿ってそう。水不足が心配だけどロッチマシマーし。数の力は偉大なり。南の伐採現場の木々、早速すべて刈り取られました。地味に遠いから結構大変だったぜ。そしてこの時気づいてしまう、この丸太現地で伐採して汚染ドレーンを塞ぐためのものだったのではと。安定のやらかし伐採しちまったもんは仕方がねえ、植え直すぞ。森番設置。成長の早い松を植えて、これが育ったら汚染ドレーンの対策に使いましょ。水深浅いから長期の換気で枯れそう。こらこの悪ガキが倉庫建設現場で遊んでた子供ビーバー、倉庫裏に閉じ込められるの巻。板在庫17枚しかないのに助けるのに6枚も板必要だよ。でも文句言いつつしっかり助けてあげる、根は優しいレイムさんであった。食料危機に備えて不人気食品ベリーを蓄えたいので、大きな倉庫をアンロック。だが建設に板80枚も必要なので、当分立てれそうにない。いのー、ちの水。4日間の換気も池の水枯れることなく無事セーフ。お前、ひっまそうやなー。小さい池だからもう作業終わっちゃったか。成長するまで他で働け。厳しい。ああ、近所のコアが点滅してる。あと11日で爆発らしいが、一応対策済みだから安心だぜ。工事しといて正解だったよ。子供ビーバー取り残され現場の裏側に進出しようとしたところ、トンネルになってる場所を発見。こりゃ鉱山設置可能エリアに繋がる隠し通路だな。科学ポイントが溜まったので試作スポットを開放。ビーバーが自然について考えを巡らせる場所。ちまちま幸福度アップ。遠くから運んできたスクラップも溜まってきたので製錬所の建設を開始。動力は風車、風が止まればお休みです。夜中に光るコアを発見。よく見ると左下にカッコ3って書いてあった。翌朝爆破後の影響を確認、特に村の方へは流れてこないので問題なしと判断。少し開拓の邪魔になる程度になりそうだ。こっちはまだ停止中だけど爆発したら汚水と混ざって使えなくなりそう。ここも何らかの対策をした方がいいな。パラボラアンテナのところのコアは爆破範囲が広くて危ないね。渓谷の道が使えなくなるのが困るが、多分村の方へは流れてこなそうな雰囲気。ここの汚水の湧き水のところは、コアが爆発したら下に流れて南の開拓地に汚水が流れて破滅コースだよ。こりゃ早めに対策しないとヤバいやつだ。コア調査を終え開発に戻り運搬園の拠点を建設。暇そうな無職をねじ込む。正直なくても問題ないけど使いたくて仕方がない、螺旋階段をアンロックじゃあ。これをきれいに設置できるように、ロッジのドアの位置とかしっかり計画しております。謎に強い螺旋階段への憧れの図。風車止まってサボっておるな。あ、動き出した。爆薬工場建設用の鉄だけあれば十分だけど、なるべく早く作ってね。風車動いても動力不足で生産性が 36% しかねえぜ。長い道のりを経てやっとパラボラアンテナまで到達。しかしさすがの3000科学ポイント、定時までに解体しきることはできなかった。明日の朝までには家に帰れるかな？遠い。毛がビーバーの隣で試作するビーバー。怪我を大事に。うっかり伐採しちゃったところに松が植え終わったので、こっち側にはオークを植林。オークは成長も遅いが乾燥耐性も高い。意外とこの場所植林に向いてたのかもしれんな。伐採した木はここに保管して、汚水ドレーン封印工事に使いましょ。現場で集めて現場で使えれば効率よく工事できるぜ。満開の候補根を眺めてたら換気警告。ノーマル難易度だしまあ問題あるめ水生農家さんを呼び戻し収穫開始。食事に一品増えるね。やったね。螺旋階段いつになったら完成するんだと思ったら建設には加工された板が必要だったけん。おバカ。
加工板は確かワンダー建設でも数千使うから、これも早めに生産体制整えたいね。だな。コアが爆発するぞー。対策工事は実施済みだが、ちゃんと村を守れるかな？頼む、溢れないでくれー。大喜利セーフ。ちょい漏らし。まあこの程度ならすぐ乾くぜ。きたー。ねー、ミーズー。こっちも同時爆破だったのか。でも予想通り被害はなくてよかったな。さてビーバー増加に備えて南の開拓地にもポンプを設置。ダムすら作れない地形、この 0.8 の水深の池がビーバーたちの命綱。コア爆破に気を取られ、パラボラアンテナ回収の撮影に失敗したのず。マップ最後の残地物だったのに、しれっと増えた研究ポイントに哀愁が漂ってるぜ。さて残地物回収が完了した。次は汚水の湧き水の封印実験をするぞー。おー。過去のシーズンで考案された突出部に防水フロア方式で覆うことにし、この2つをアンロック。湧き水周りを堤防で囲ってこのように封印します。なお、湧き水は水深が 0.8 で止まるので、蓋はしなくても平気だと気づくのは完成後である。そんなこっちは工事用の自然林を借り切る前に伐採停止ができたので、物資置き場を建設してここから丸太持って工事してもらいます。学習しているビーバーの板の在庫も100超えて、少し余裕ができたので地熱エンジンを開放。正式リリースで追加された強そうなやつ。これで精錬所も安定して動かせるね。寒気が来たぞー。1日増えて今度は5日か。場合によっては総動員でコア爆破対策工事が必要になるかもしれないので、建設作業員の小屋を増築。発明所の上位施設の天文台建設に松ヤニが必要なので、樹液を集める樹液取りの小屋を開放。旧バージョンではタッパーズシャックとかいう名前だったやつだな。メープルシロップの採取もできるよ。てかよく見たら農場の作付けが追いついてない。農場増しまーし。農場は植え付け優先と収穫優先の2件あると安定するよな。いのー、ちのみず汚水の湧き水対策工事完了とともに換気が終了。そして同時に不安定のコアが作動開始。はいもろ完成した堤防が吹き飛ぶ範囲です。なんてこった。残り猶予は11日、完全にやってもうたである。ではしゃあねえ爆破後にダッシュで再工事するぞ、と決めたところで最後に少し街の様子を見てきましょ。風の吹くまま気の向くまま精錬所。地熱エンジンが繋がればフルタイムの重労働へシフト。考え至らず伐採しちゃって植林し直した南の開発地。だがすでに松も成長しいい感じの植林場になったぜ。ではこんなところで今回はここまで、グッドボタンよろしくお願いいたします。元気の源です。運よく危険地域のコア爆発の被害を未然に防ぐことに成功したレイム。しかし今度はこっちのコアが脈動を始めた。果たしてビーバーたちはこの危機を乗り越えることができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。